皆さんこんにちは。サイドエフェクツ滝です。本日は古谷匠さんをお迎えしております。では自己紹介をお願いします。はい、東京のスタジオブロスという会社でアニメ映像クリエイターとして働いています。フーディニは2018年の、専門2年生の時から触っていて、今年で4年目に入りました。業界歴は1年です。ありがとうございます。今日紹介していただく作品はどんな作品でしょうか？今回紹介する作品は、唯一1位を取れた、デイジー6ファンタジーについて、話そうと思います。メインの機体、カメラ、背景制作、エフェクト制作、コンポジットです。ありがとうございます。はい、では、デイジー6ファンタジーのマーディギハイブの発表をさせていただきます。スタジオブロスでアニメや映像などを作っている古谷匠と申します。ではよろしくお願いします。まず最初にモデリングですけど、コンセプトを決定しないと、モデリングするにできないので、この時はなんとなく航空機、ヘリコプターとか飛行機とか、そういうものを作りたいイメージだったので、航空機系でいこうということを想像しまして、空を飛んでいて、で、ファンタジーでかっこいいもの。天使、ドラゴン、空中都市、航空母艦。あとは虫とかもいろいろありますね。そういう、かっこいいものというか、空を飛んでいるものっていうのはね、男子っていうのは、すごい心惹かれるものなので。で、それでいろいろ想像していって、ちょっと自分がやっているマジック・ザ・ギャザリングというゲームで、天使デッキを使っていまして、なんで、天使使ってみたいなと思ったので、今回は天使をメインにした航空機を作っていきました。で、天使をメインにするって言っても、天使と航空機ってもう有機物と無機物で全然違うんですよ。なんで、ある程度それらに合致するコンセプトを決定しないといけないんで、で、天使って言ったら、中世とか、そのあたりで信じられているなんとなくのイメージがあるので、で、それで、中世って言ったら、魔術とか使ってるなと。で、魔術って言ったら五芒星。なんかこれって60等分できるように作図するためのものらしいんですけど。で、60等分はなんか、宇宙学とかね。そういうので。で、そこから神秘的なもの。神秘的聖書。神話とか。それでから、生命の木。横に画像がありますけど、こういうものがあるなと。で、羽衣伝説。日本の方ですね。日本というかアジア全般か。で、そこから羽衣とかなんかいろいろありまして、連想ゲームのようにイメージしていって、イメージを決定していきました。では、シーンの方に行きましょう。で、シーンですけど、ちょっと半端なところで止まってんな。まず、上から見て、さっき言った五芒星とか、セフィロトの木のような形状を作りまして、で、これを大雑把な形にしようと。でもこれじゃあ、なんかね、雲みたいに薄いんで、なんで真ん中あたりにいろいろぽいものをつけてあげて、で、エンジンをつけてですね。で、このエンジンは、なんかパッと見複雑のように見えるんですけど、一つのサブネットというか、それから作ってあります。サブネットの中身はね、普通のモデリングと同じようにやってるので、そんなに複雑なことはやってないです。余談ですけど、こういうね、ぐねぐね曲がった状態でエンジンなんて作ったらもう、燃焼効率悪くてね、シャレになんないですよ。もうね、絶対直線の方がスッといってくれる、スッと。で、その、作ったのを、いろいろ、トランスフォーム使って、片側だけ作ってあげて、で、ミラーでコピーしてますね。で、これらまとめて、ちょっとね、パッと見たときに上の方に重きがないんですよ。上の方に重きがないんで、上の方にいろいろ、構造、街のような感じのものを作ってあげて。で、これはコピースタンプ使って、作ってまして、理由として若干、差が欲しかったんですよね。一個一個。うん。デフォルトこんな感じなんですけど。で、作っていって、最初はミラーしてやろうかと思ってたんですけど、ミラーこんな感じに。なんかミラーするとね、この真ん中のところに線ができちゃって、ちょっとこれは自分あんまり好きじゃないので、だったらやめた方がいいかなということで、ミラーはしないで
通常できました。まあその後に先ほどのスライドで説明したように天女の羽衣っていうものをイメージしてたので、まあ天女の羽衣っぽい何か、まあ多分電気が流れて磁力的なものが発生して浮くためのものでしょうね。反重力エンジンみたいな。多分オリハルコンでできてる。まあそういうものを作りました。で、まあ当初の予定では、まあここまでは大雑把にイメージできたんですよ。で、まあパッと見て、まあシルエットで見て、なんかあまりにも重心が後ろにないかなと。まあ紙飛行機でもそうですけど、重心若干前の方がなんか前に進むときにいいんですよね。まあなんか詳しくはちょっとわかんないですけど、まあ紙飛行機は少なくとも前にやった方がいいんで。まあちょっと後ろにありすぎて、これだと、反重力エンジンみたいなの積んでても失速しそうだなということで、後ろに何か欲しいなと。まあなんか三角形っぽい感じの。で、まあ後ろについているもの。なんかサメの尾かなと。まあ、サメの尾、まあサメの尾をここにつけてたらね、ただ単に気色悪いものができちゃうので。なんでまあサメの尾ではなく、まあサメの尾。で、最初のコンセプトが天使だったので、まあ天使、まあマジック・ザ・ジャタリングだと、まあ天使トークンで大体戦士、まあ天使戦士っていうトークンがあるんですよ。で、戦士は剣持ってるんで、サメの尾と剣って似てるなと思ったので、まあサメの尾と剣を両方足したようなこういう形状のものを作りました。で、まあこの形状の作り方としては、カーブを大雑把に書いてあげて、で、それをまあベベルで、曲げたくないところをちゃんとやってあげて、エクストルードして、ベベルで、この、ミネっていうんですかね、を作ってあげて、で、まあディバイドして、サブディバイドして、で、丸くしてあげてますね。まあ、このクイって丸くなってたりとかのと、あと直線とか、曲線とか、そういうのをいろいろ組み合わせてね、熊形定規みたいにしてあげると、なんかかっこよくなるっていうのはある程度知ってたので。で、それで位置調整してあげて、後ろにつけたんですけど、まあなんか、ちょっと薄いなと、ここが。突然スッて薄くなっちゃってて。まあなんかここに欲しいなと、真ん中あたりに欲しいなと思ったので、まあこういう羽みたいなものを作りました。まあこれつけることでね、こう前から見た時のシルエットがこうなんか若干六角形っぽくなって、横幅も出て、安定感も増して、で、六角形なんでまあ近未来的な感じもあって、いいんじゃないかなと思います。で、モデリングはここまでで終わりで、もうサブスタンスに出してあるんですけど、この後にちょっと、カメラをつけていったときに、ここですね。ここの角の部分がちょっとカメラに近くて目立っちゃってて、まあ、なんでちょっと目立っちゃってたので別で作って、最後に1個足して、で、それでモデリングは終了です。で、モデリング編は以上ですね。まあ、このモデリングで一番難しかったところは、まあ、全体的なシルエットをきれいにするっていうところもそうなんですけど、まあ、普段自動生成で作っているので、一点物を作るっていうのにあんまり慣れてなくて、まあ、途中まで自動生成したいなと思いながらやっていました。では、モデリング編は以上です。はい。では、背景の方の説明をさせていただきます。背景は、まあ、今回こういう背景を作ったんですけど、まあ、全体的に見えるこう岩山と、この辺に見える木と、まあ、下の方に見えてるんですけど、まあ、あんまりわからないですけど、石と、で、下に見える雲海。で、これらの要素で成り立っています。で、まず、山なんですけど、まあ、フルには非常に便利なツールがありまして、まあ、ハイトフィールドって言うんですけど、まあ、このハイトフィールドに適当にノイズをつけて、それに、テラスとかで、地層の感じを出してあげて、で、エロドで侵食のシミュレーションをしてあげて、で、まあ、シミュレーションをしてあげれば結構リアルな、この魔界みたいな感じなのはマスクの影響が残っちゃってるので、で、コンバートハイトフィールドして、やれば、板彫りになるんですけど、まあ、非常にね、こう見ているだけで飽きないような、すごいいいものができます。で、今回は特に設定は深くはいじっていません。で、これに途中で出るデブリとか、あと空間のノイズを混ぜ合わせて、で、ノイズを作っています。で、今回下が雲海になるっていうことなので、雲海の方には、木とかが発生してほしくないので、下の方は全部黒に変えてあります。まあ、P.Y で
変更してるので、全部一律で変更できるようになっています。で、マテリアルですけど、ここで位置を調整しまして、ポリフレームで N を出しています。この N を出す理由として、N 点 Y、つまりY 方向のノーマルを見れば、どれぐらいこの斜面が傾いているかっていうのがわかるんですよね。Y が0、N 点 Y が0だったら、もう完全に横向いてますし、そんなところに木は生えないので、その辺で、N で調整してあげれば、こういうさすがに切り立ったところに、生えないであろう木とか、そういうのを調整することができます。で、それらを混ぜ合わせて、マテリアルの雰囲気を出して、で、UV を、今回ちょっとトリプランナーが動かなかったので、無理やりやっていますけど、UV を上から開いて、で、それの位置というか、大きさを調整して、で、ちょっと、あまりにも、コントラストが低かったので、コントラストを無理やり上げて、で、マテリアルを作っています。で、マテリアルは、よくやられている方が多いですけど、パーティクルアトリビュートルックアップで CD とか、デブリとか、こういうアトリビュートを持ってきて、マテリアルブレンダーに、ブレンドカラーに、パーティクルアトリビュートルックアップから入れてあげれば、それでブレンドしてくれて、いい感じに混ざってくれるっていう感じですね。あんまり分かりづらいというか、差は、僕でボケちゃってますけど、結構マテリアルは分けた方がリアル感が増します。で、さっき作ったものなんですけど、こっちにあるノイズですね。こっちにあるノイズは、スキャッターで使います。ここで作ったノイズですね。で、このスキャッターのデンシティアトリビュートに CD を入れてあげれば、この CD の白いところには多く、黒いところにはつかないっていう感じに濃度を調整できるので、それで、いい感じに木が入る場所を指定してあげて、CD はさすがに取ってあげて、で、P スケールをランダムにして、で、N をランダムにしています。多分360度きっちり回すんだったら9ロー程度でやった方がいいんですけど、ちょっと自分がまだこの時クオーターニューに慣れていなくて、そっちを書くより、こっちの方が自分的にわかりやすいからいいや、という感じでやっています。で、ちゃんとできているかどうかの確認のために、小さいキーを用意しまして、この小さいキーをコピートゥーポイントで、つけてあげて、ちゃんとコピートゥーポイントで、いい感じにランダムになっているかを確認します。で、いい感じになっているので、ツリーポイントで出してあげて、岩の方も同じことをします。岩の方はね、こっちでスキャッターの、グローバルシートが0で、岩の方のスキャッターは0.78で、別の値が入っているので、同じ場所には出ないようになっています。で、次に木ですね。木は今回は、18.5.462のラボから追加された、ツリージェネレーターを使用して作っています。で、葉っぱの方の UV は、開くのがめんどくさかったので別から開いて、で、こっちに入れてあります。木に関してはね、特にあんまり言うこともないかなという感じですね。自分もツリージェネレーターをそんなに使いこなしているわけではないので。ツリージェネレーターで木を作りまして、で、この木を先ほど作ったポイントをオブジェクトマージで持ってきて、で、インスタンスでコピーします。で、石の方にも同じ処理をします。で、最後に雲海ですね。雲海は、クラウドツールというのがありまして、クラウドツールっていうのが、このクラウドとクラウドノイズ。どっかに、なんかアセットというか、シェルフがあったと思いますけど、適当に位置を出して、で、クラウドでディビジョンサイズを指定してあげて、クラウドノイズをかけてあげれば、いい感じに雲ができてくれるよっていう機能ですね。ちょっとね、こっちだとレンダリングの時に、バッティングが起こっちゃったんで、こっちに渡してるだけです。で、これで、雲海と山と、木と石とができました。で、背景制作で、自分で注意したことなんですけど、
まあ、今回見える範囲としては結構狭いというか、結構雲海からそんなに高くないところから見てるので、この奥の方までは見えないんですけど、奥の方までちゃんと作った方が、制作中にリアルになるなってことに気づいたので、ちゃんと奥の方まで作成するようにしています。で、あとは、背景はね、全部一括でレンダリングしちゃったので、個別に調整ができなかったことがちょっと悔やまれることかなと思います。背景制作に関しては以上です。では、最後にコンポの説明をします。コンプは、今回、フーリンだけを使うということだったので、コップノードを使いました。コップノードというか、自分自身コンポジットをやるのが初めてで、どうやった方がいいかなっていうのは結構手探りでやったんですけど、素材として、背景を一括でレンダリングしたものを出して、で、メインの機体を出して、メインの機体はちゃんと反射が出るように設定ができたので、これらを重ね合わせて、途中で出したフォグというか、あれですね、機体の後方に出る陰圧の煙を、重ね合わせて、で、最後に出てくるゲートの部分。で、後ろに出てくる背景と、を重ね合わせて、レンダリングしています。で、最初の予定では、ここまでで終わりってあったんですけど、多分、見てわかると思いますけど、あんまりリアルじゃないんですよね。で、何がリアルじゃないかなと思った時に、やっぱ空気感が欲しいなと思ったので、ゴッドレイを作ってきました。ちょっとゴッドレイでね、葉っぱだけ抜くのがちょっとわかんなかったので、葉っぱだけは普通のマテリアルで、他はマットになってるんですけど。で、このゴッドレイを、重ね合わせると、途端にいい感じになるじゃないかという。このね、空気感はいいと思いますよ。で、あとは Depth of Field の、PZ で Depth of Field を出してあげて、M か。この辺りにピントがあって、他はボケるようにして、デフォーカスかけてあげて、カラーコレクトでちょっと調整して、で、ベロシーブラと、レッドシフトポスト FX でちょっと明るくしてあげてっていう処理をして、出力ですね。コンポジットとしては本当にこれだけで、最初にも言いましたけど、初めてのコンポジットだったので、本当にどういう手順でやっていいのかっていうのは手探りでやっていったので、なんか結構コンポジットするといい感じに、綺麗になるので、これからもやっていきたいなと思います。コンポジットの説明は以上になります。はい、ではまとめを最後にさせていただきます。今回いろいろやったんですけど、まずこういう機体を作るっていうのが初めてですし、コンポジットをするっていう、そのコンポジットの技術自体に触れるのが初めてですし、で、背景制作も実はこれ初めてやりまして、本当にいろいろ試行錯誤してやっていきまして、そんだけいろいろ初めてのことがあって、順調に進まないと思ったんですけど、本当に風鈴がいつもやってることかのように寄り添ってくれて、本当使いやすさと、奥深さと、本当ユーザーフレンドリーというか、本当にいろいろありがたかったですね。で、今回の制作時間としては、平日4日間。で、1日レンタリングに当てたので、3日間。でやって、夜全部使ったので、35時間から40時間ぐらいで作ったんですけど、ちょっとね、デイリーとしては時間かけすぎたかなと思いますけど、それなりにいい作品が作れたので良かったかなと思っています。またね、マーディニとか、フーリーとか、そういう感じのイベントがあれば、参加して、今度こそ総合1位になってみたいなとか思っていますけど、壁は高いですからね。次回があれば、また頑張ってやりたいと思っています。これで、僕のデイジー6ファンタジーの発表終わります。ありがとうございました。